今週は魚の週ですか？違う。だけどなぜか魚があるみたいなの。あるの？あさこさんがね買っちゃって、もう今まで一回もやったことない。のどぐろや。No。 違う。もうけど K が絶対喜ぶ魚なの。もうお母さんやったねみたいな。赤やからなんですか？そうなのよ。は見てください。あ？すごい立派。待ってすごい。待ってすごい。どうもこんにちは、魚と音楽ケーズチャンネルです。今日はですね、本来魚の予定じゃないのですが、急遽、さばく日になってしまいました。その理由がこちら。こんな槍みたいな細長い魚で、こんな糸よりみたいにこんな伸びてる、口がこんなに長いのにここのちょっとだけしか開かない。うわー面白いね。どどういう魚なの？深海に住んでる？これは深海ですね。なんで目が飛び出ないんだろう？浮き袋がないから。この浮くのに対応しきれなくて、体に入った空気で押し出されちゃうんですね。浮き袋に溜めきれなくて、ただこれは浮き袋がないから溜める必要もないし、目が飛び出ない。面白いです。これどういう魚？獰猛な魚？これは意外と獰猛な魚です。この小さな口でですよ、他の魚の鱗とか剥ぎ取って食べちゃいます。それからあとはこれぐらいのニシンとかだったら普通にもう丸飲みです。ほんと？何の仲間やっけ？これは面白いの、そうそう、タツノオトシゴの仲間。タツノオトシゴ。タツノオトシゴの仲間ね。タツノオトシゴも獰猛なが？いや、獰猛じゃない。じゃあちっちゃいもんね。で赤ヤガラはこれこんなんであんまり美味しくないのかね、つまりね。見かけこんなんであんまり美味しくなさそう。実はめっちゃ美味の魚なんです。本当に美味しい魚。そのが、聞いたことないよ、赤ヤガラなんて。普通は出回らない。高級料亭に行き過ぎて出回らない魚。逆に。そうなんだ。すっごい美味しい魚です。で、わ今日はこの1匹だけなのかと思いきや、じゃじゃーん。わー、2匹飼っております。すごい。お母さんとお父さんがちょっと用事があって出かけて、たまたま寄ったところでこれ見つけて、これは絶対買わなきゃ損だなということで買ってくれたそうです。本当にラッキーでしたね。よかったね。今日多分失ってたら、おそらく仕入れられてない。見ないね、こんなんね。見ない。これ食べたことあんの？ K は1回だけね、おばあちゃんのお家でね仕入れた時にあります。そう。ただもうその時はぶつ切りになってる状態で、東京ね。そうそう、池袋で仕入れたんですけど、それも思い出に残ってるわけね。高級料亭タイプなんで高いはずなんですけど、こんなね、なんかエイリアンみたいな魚なんで安いみたいですね。なんか大きくならないと安いのかもね、もしかしたらね。そうかもしれないね。面白いよ。これもしかしたらね、何食べてるのか解明できるかも。胃袋なんか入ってそうだから。本当だね、いかにもこの膨らんでる感じとか。確かにすごいね、あなた方もすごい。これ中なんですか？白巻き。おお。はい、そしたら今からこちらをさばいていきます。じゃあまずこちらをぬめり取りしていきます。このね、目だけが大きくて可愛い。どこ？本当だ。面白いよね。なんとも言えない顔してるね。本当。濡らしてでヘチマですね。でね、そうそう、これね、忘れずに言わなきゃいけないのが、この口ですね。この口と、それからこの後三枚おろしの段階で見えてくる骨、これが漢方薬の原料になります。核っていう漢方薬になるんですけども、煎じて飲むとね、目とか、それから喉とかね、腎臓の病気に効くらしいです。これといったぬめりが落ちそう。もう K としてはヤガラ良かった？本当に最高でした。よかった。もう食べる前からね、大満足ね。このね、すっごい煙ってきて、何かと思ったらこっち。ここに小さな可愛い背びれと、でね、全然痛くない軟状。
何この人、そっか、こんなヒレも少なくって深海に住んで、つまり泳がないってこと？泳ぐんだけど、本当に深いところにいるので、何も来ないような。だってさ、浮き袋もなくってヒレもこんなちっちゃくって泳げなさそうじゃない？面白い形をしてるね。これは慎重にさばきたいものだ。ものすごく上手だね。お、やった。これはね、見て。すごい。ちょっと見せてよ、そこ出す前に。何これ？これ胃袋の中に魚？来た。裸イワシ、本当だ。裸だ。やば。鶏に投げてもいいか。確かに。そこら辺に置いといたらいいかも。うわー、下手の下手の下手。実食動画なんですけど、その前にちょっと指を包丁で切ってしまったんで。痛かった？痛い。とりあえず食べよう。美味しそうじゃん。こちらヤガラの昆布締めです。まあ素敵。絶品。本当素敵。これはやっぱりね、買わなきゃそんなのよくわかる。本当すごい。買ってよかった。すごい。もう本当にうまい。まあよかった。うまい。何これ？かわいい。これね、ヤガラのね、握り。手まり寿司みたいじゃん。超かわいいね。柔らかいのにね、歯ごたえもほんのちょっとあって美味しい。いいね。おお、いっぱい食べたね。透き通ってめっちゃ綺麗でしょ。本当だね。大好き。こういうさ。今からヤガラを焼いていきます。今からですね、昨日さばいた、ヤガラのですね、だしに使うような部分。これを使って、まあリゾットじゃないですけど、シンプルなね、おだしを取ってね、お雑炊的なのをね、作りたいと思います。こちらはあらかじめね、塩水処理までしてあります。素晴らしい。いいんじゃないかな。身が身が余ってた、ここに。運がいいね。身がないとちょっとさ、寂しいし。匂いもないから、これは刺身に持っていきましょう。ダメ？まあいいよ。じゃあ昆布締めの以外の刺身やってないもんね。そうね。いいよ。じゃあ昆布締め以外の刺身用にします。はい、そしたら、今からこちらを湯引きしていきます。あ、骨が曲がるね。こうやって火通すとなぜか。本当だね。昆布締めで使った昆布とか玉ねぎとかね、ネギとかそういうものを片っ端から入れちゃいます。庭でね採れた、玉ねぎの茎ですね。はい、じゃあ火にかけていきます。6分ぐらい？いやいやいや、中火で、まあ1時間。1時間。うわー、なんか透き通るようなね。なんとも言えん綺麗さやね。いや、めっちゃ綺麗やし、これ。こっち、この刺身、これ昆布締め？いや、普通の刺身。さっきのなんかすごく綺麗だね、この見た目がね。ケイさんの好みやね。大好き。なんかもうガラスみたいに透き通って。うわー、よかったね、こんなの食べれたね。幸運だよ。そうだね。それこそこういうのであれやりたいよね、花作りみたいなのね。花作りってなんだっけ？お花形に作るの。じゃあこれ、今日花作
いいねいいね。この赤が本当に綺麗ね。おお、本当だ。皮引いたんですけどね、こういうね。はい、こんな感じで出来上がりました。刺身の方ですね。それからこれが昆布締め、昨日の残りですね。すっごい色が綺麗。あ美味しい。甘みもあり、脂もあり、旨みもあり。ー、うん、ですごい綺麗だね。この身がね、うん。綺麗だな。昆布とかで締めなくても締めてもどっちでも美味しい。これ何にでもできるタイプの魚だね。昨日火通したのはどうだった？感想。火通したのも美味しかったんだけど、ちょっと旨味が少なかったかな。火通すと意外にいまいちだったよね。びっくり。今からちょっとだし茶漬けの方に行きたいと思います。綺麗な透き通った汁、こぼれんように。油がすごいね。本当に綺麗な、すごい透き通っただしが出てる。塩。めっちゃうまい。栗。やばいんですけど。すごい。刺身の次ぐらいに好きなの。めっちゃうまい。ほんと。よかった。もうね、美味しすぎて最高としか言いようがないサクラマスですねを、来週はスモークサーモンを、マスの寿司にしていきます。スモークサーモンの握りとかそういう感じですね。はい、楽しみにしていてください。